今日は鶏胸肉の大葉チーズ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏胸肉の大葉チーズ焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、鶏胸肉を使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。鶏胸肉を切って混ぜて焼くだけなので、すごく簡単に作ることができます。鶏胸肉はね、ちょっとパサつきやすいんですけれども、お肉を柔らかく仕上げる方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、とろけるチーズ、大葉、片栗粉、料理酒、おろしにんにく、おろし生姜、お砂糖、鶏ガラスープの素、塩、胡椒、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず鶏胸肉なんですが、今皮付きの状態で約 350g になります。こちらのグラムに関しましては大体の目安にしてみてください。そして大葉ですね。今回は大葉を6枚入れていきます。大葉の葉っぱの大きさが変わってくると思いますので、こちらの量はお好みで調整してください。そして味付けのポイントです。今回はですね、お砂糖を少し加えていきます。お砂糖を加えていただくとお肉が柔らかくなるのと、あとは味わいにコクも出てきます。ぜひね、砂糖を入れて作ってみてください。そして油なんですが、今回はベーシックなサラダ油を使っていきます。こちらはですね、お好みでごま油を使っていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず一番初めに大葉を切っていきます。大葉をですね、洗っていただいて、その後水分をきちんと拭き取ってください。そして茎の部分を揃えて、葉っぱの付け根の部分ですね、ここから切り落とします。切り落としたら大葉を重ねて手前からくるくる巻きましょう。くるくる巻いたら半分に切ります。そして切り口を重ねます。切り口を重ねて、あとは千切りにしてください。千切りって言ってもね、だいたい 5mm 幅ぐらいで切りましょう。はい、 OK です。太めの千切りな感じですね。大葉はこのように切ってください。それでは続いて鶏胸肉です。鶏胸肉はね、今回皮をね、取り除いていきます。皮がお好きな方はね、そのまま一緒にね、入れていただいても OK です。はい、このように取り除いてください。それでは続いてこちらのお肉をそぎ切りしていきます。厚みがね、だいたい1センチぐらいになるようにそぎ切りしていきます。はい、そしたらですね、今このようにそぎ切りされてるので、これをですね、だいたい1センチ幅ぐらいになるように縦に切っていきます。はい、このようにスティック状に切っていきます。ちょっと長さが長いものに関しましては、これをね、半分に切ってください。こんな感じ。このぐらいの長さにします。はい、お肉はこのように切ってください。そうしましたらこちらのお肉をボウルに入れます。はい、でボウルの中に入れたら、まず一番初めにお砂糖を加えてください。最初にね、お砂糖を揉み込んでいただくことで、しっかりとお砂糖がお肉の中に入っていきます。これをですね、他の調味料と一緒に入れてしまうと砂糖が入りにくくなるので、必ず一番初めにお砂糖を揉み込んでください。ではね、こちらを揉み込みます。ちょっとね、お肉にツヤが出てくるぐらいまでですね、しっかりと揉み込んでください。はい、 OK です。ちょっとね、表面にツヤが出たの分かりますかね。このぐらいになるまでだいたい30秒から1分ぐらいですね、しっかりと揉み込んでください。それでは続いてこちらに料理酒を加えます。そして塩コショウですね、こちら適量です。あとはおろしにんにく、そしておろし生姜、そして鶏ガラスープの素、あとは片栗粉。まずこちらを入れてしっかりと揉み込んでいきます。はい、 OK です。で、鶏ガラスープの素のつぶつぶ感がなくなるまで揉み込んでください。そしてここに大葉、あとはとろけるチーズを入れます。そしてこれをよく混ぜましょう。チーズを入れた後は手の体温でね、チーズが溶けてしまったりするので、ゴムベラなどをね、使っていただくといいかなと思います。はい、このようにしっかりと混ぜてください。それでは今からこちらをフライパンで焼いていきます。
それではフライパンを用意してください。今回はですね、20センチのフライパンで焼いていきます。ここにサラダ油です。そして火にかけます。一度ね、油をフライパン全体に伸ばしてください。そしてだいたいね、油を20秒から30秒ほど温めてください。火加減は中火です。はい、で油が温まったら火加減を弱火にします。そしてここにお肉を入れていきます。はい、で入れたらね、フライパン全体に平たく伸ばしてください。はい、平たく伸ばしたらヘラなどを使って少し押さえつけます。はい、で伸ばしたら蓋をしたらこのまま弱火でだいたい2分から3分ほど少し焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今3分経ちました。蓋を開けます。はい、こんな感じで焼けてます。そしたらですね、一度焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。で、いい感じの焼き色になってたら裏返します。よいしょ。はい、こんな感じで美味しそうに焼き色がついてます。裏返したらまたね、ヘラで少し押さえつけます。今度はですね、水分を飛ばしながら焼いていきます。火加減は弱火から弱めの中火ぐらいで調整しながら焼いてください。はい、片面もね、だいたい 2,3 分ほど焼いてください。そしたら火を止めます。このように表面はカリカリに仕上がってます。では切りたいと思います。はい、それでは切ります。やけどしないようにね、注意してください。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、これで鶏胸肉の大葉チーズ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はカリカリです。そして中身はこのように柔らかジューシーな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。お肉がすごく柔らかいです。そしてこの表面がカリカリですごく美味しいです。そして大葉の香りもすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏胸肉の大葉チーズ焼きのポイントです。まず鶏胸肉なんですけれども、今回は皮なしの状態で作りました。こちらはですね、皮付きがお好みの方はもちろん皮付きで作っていただいても OK です。切り方に関しましては、最初に1センチ幅のそぎ切りにして、その後は縦にね、だいたい1センチ幅になるように切るようにしてください。そして少し長い部分に関しましては、半分に切っていただくとちょうどいい大きさになると思います。そしてこちらの鶏胸肉なんですけれども、必ず一番最初にお砂糖を揉み込んでください。このお砂糖を揉み込んでいただくとお肉が柔らかくなるのと、あとはお肉の味わいにコクも出てきます。このお砂糖なんですが、他の調味料と一緒に合わせてしまうとなかなかお肉に入っていかないので、必ず一番初めに揉み込むようにしてください。その後味付けをして、そして大葉とチーズを加えてください。とろけるチーズを加えた後はですね、手で揉み込んでしまうと手の体温でチーズが溶けてしまう時があるので、ゴムベラなどで混ぜていただくといいかなと思います。そして大葉の量に関してなんですが、今回はね、程よい感じでたまに大葉を感じるぐらいの量になってます。なので大葉好きの方はですね、もっと入れていただいてもいいかなと思います。この量に関しましてはお好みで調整してみてください。あとはですね、フライパンで焼くだけなんですけれども、最初に蒸し焼きにしていただくことで中までしっかりと火を通すことができます。そして裏返したら最後は蓋を開けて焼いてください。そうすることで水分が飛んでカリッとした仕上がりになります。こちらの焼き時間はフライパンの大きさとか、あとはお肉の厚みでも変わってくると思うので、様子を見ながら調整して焼いてみてください。そして焼き上がった後はですね、あとはお好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏胸肉の大葉チーズ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。